앙코린 가즈코 이문이다. 앙코린 가즈코의 딸 사유리입니다. 우리 엄마가 암이 걸리고 나서 식습관, 생활 습관이 완전히 차이가 있어요. 완전히 변했어요. どういうふうに食生活変わった？ 朝は会社行く前はコーヒーしか飲んでいかなかったの、それが7種類のお野菜の味噌汁を毎朝飲んでいきます。お味噌汁と、あと何？納豆、納豆、はい、とご飯。ご飯は玄米をいただいております。で、あとはどういう食生活になった？まずお昼はコンビニ弁当だったのをやめて、すごく体にいいサラダボウルを買ってきて食べてます。あと夜は週に3回ステーキだったの。その食べ過週ぎだね。 3回よ。頭おかしいよ、ね、いいじゃん、パパが好きだから、あの人のせいでがんになったのよ、私。それで週3回ステーキだったのをもう1回も食べないもん。だってそれもおかしい、極端だよ。いや、やめお肉のせいじゃないからね。いや、お肉だよ。お肉とパパのせいだよ、私をがんにしたのは。それはおかしいからね。 앙코린 가즈코パパのせい。そう。 저는 너무 극단적인 성격이라 그 고기를 매일매일 먹었었거든요. 그래서 안 걸렸다고 하는데 그거는 전혀 아니고요. 이마는 오니크 食べるじゃん。今お肉はチキン、それからラム、それからお魚、食べてんじゃん。食べてんじゃん。まあでもね、できるだけ牛肉、赤身の肉はなんか食べない方がいいって言われたんで、いろんな人がいるんだけど、まあ食べない方がいいって言うんでやめました。あとは甘いもの食べてたよね。甘いのはもうダメなんで、そんな感じ。 우리 엄마는 하루에 하나 케이크를 먹었었어요. 그리고 자기 전에. 그래서 제가 절대로 먹지 말라고 했는데 매일 먹었었어요. 甘いのはこのステーキを食べた後にまたパパがシュークリーム2個食べさせるの。もう強制なの。保険金とかかけてない？だからなんかやったかもしれない。やってるよね。 하루에 2개나 슈크림 먹고 케이크도 먹었었대요. そうで、シュークリーム2個、いつも3個買ってくるので、パパは1個で、ママは2個食べるので、濃いコーヒーを飲んで寝るの。だから夜眠れない。最高でしょ。 제가 엄마의 식습관이나 너무 안 좋으니까 제가 계속 잔소리를 했어요, 몇 년 전에부터. 근데 엄마는 절대로 저를 감시해가지고 절대로 안 들으셨어요. なんで私の話聞かなかったの？いや、なんでかわかんないな。私ね、なんていうのか、ものすごい自信があったの。ママとがんにならない？もうならない、がんにならない、死なない。死なないし、がんにならない、ずーっと思って生きてた。不思議よね。で、パパに騙された。パパもがんにかかったよね。パパがんになってんのよ、先に。8年前にね、喉の中咽頭がんっていうがんになったのね。その時はすごく心配したの。で、今はでもお医者さんに何取れって言われた？ビタミン C とカルシウムを取るように。カルシウムとあとビタミン D。 とビタミン D。 そうだね。もう一番先にビタミン D って言われました。もうビタミン D はこれだけしかない。 특히 유방한테는 비타민 D가 너무 좋다고 선생님한테 들어서 비타민 D를 먹기 시작했고, 이거는 우리 엄마가 항상 아침에 된장찌개 만들어서 먹었는데 거기에 안에 들어가 있는 재료예요. 이 야채가 묘가라고 하는데 일본에서는 많이 흔히 쓰는 야채인데 한국에서 본 적이 없어요. 그래서 인터넷에 찾아봤는데 너무 비싸기도 하고 구하기가 너무 어려워서 엄마 맛이 나는 된장찌개 먹고 싶은데 한국에서는 이게 없으니까 못 만들어요. 이게 냄새 너무 좋아요. それの中に生姜をみんな入れてるのね。で、ママは生姜じゃなくてこう一緒じゃないかと思ってみょうがを入れてる。みょうが。 엄마가 항상 된장찌개 만들 때 7개의 야채를 넣는다고 해요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. じゃがいもかさつまいもを入れるの。 간장을 넣을 때는 간장만 넣고 고구마 넣을 때도 있고 그때그때 매일매일 다르대요. 이거 작은 무 라디슈까지 생겼는데 이거 없으면 시금치를 넣을 때도 있대요. 일단 7개 넣는데요. 実はこれ日本はとても安いの。 아, 또 그래? 栄養満点で。で、この葉っぱもね、全部食べるの、ママは。 아, 혼또? ほうれん草より安いからこれを買ってる。あと、この人参はもう絶対必要値。豆腐絶対入れます。だってママ豆腐屋の娘だったもんね。言わないで。豆腐屋のカズちゃんって呼んで。はい。 豆腐屋のカズちゃんが된장이랑北海道産그 다시마를 여기서 끓여요. 끓이면 그린물에서 이 야채를 넣고 된장찌개 넣고 그리고 조금
調味料の子。調味料入れます。無添加の。あ、無添加の。無添加買ってきます。これを調味料無添加です。塩もない入ってま아 무총과 조미료를 넣는데요. 조미료 안 넣는 게 좋지만 그냥 조금 넣는데요. す。ただ切ればいいのよ。もう何でもいいから切るの。切って切りまくればいいの。はい。ママのガンみたいだね。それ言わないで。ママしょんぼりなんだから。ママどこら辺がガンになったの？ママは左胸の上、でママは自分ががんになってるのを、だってこうがんは触ってよく調べてください。触ってたの。なんでもなかったの。そしたらこんな上卑怯よね。こんな上にいるなんて誰もわかんない。そしたらほとんどが上ですってよ。 위에 있으면 림프랑 가까우니까 위험한 것 같아요. 빨리 발견하지 않으면. 그죠? 림파가 近いから危ないよね。あ、でもこのリンパの上にリンパゲートっていうのがあって、ここに必ず入るの。リンパに転移してる人は。それはママの場合は転移してなかった。でママの場合はステージ2で少し大きかったんだけど、なんで入れなかったのかはアホやったのかもしれない。がんがゲートどこって探してた。ゲートってどこなの？ 그 암이 키르치였어요. 운동も1週間に1回ぐらいしてるよね。そうそう、運動もどんな運動？ボクシングジム行って。でもね、放射線が始まるからまたちょっとお休みしなきゃいけないかもしれないんだけど、基本運動はやってもいいらしいよ。 우리 엄마는 반사능 치료 내일부터 시작해요. 그러니까 매일 하고 열을 6번 하면 반사능 치료는 한 번 끝이에요. 자, 放射能治療を16回したら次はいつするの？放射能治療を16回してどうしても放射能治療そのものは何の問題もないんだけど、焼く体の中を焼いてるから1ヶ月半ぐらいしてすっかりやけどが終わったら今度は抗がん剤をやります。私は乳がんになるの？なる可能性高いの？まあならないと思う。なぜならママのがんは遺伝性のがんではないの。年を取ってなったがんなの。でも体質は似るからがんになるかもしれないよね。体質でもね、それはね、乳がんじゃなくてもね、気をつけないと。ママのは多分10年ぐらいがんとしてこう体の中にいたのが起き上がってきたんじゃないのって先生は言う。そうだよね。玉ねぎは必ずね。がんになるのに気づかなかったよね。気づかなかった。全くね。全く気づかなかった。だってよく食べ、よく眠り、よく飲み、よく食べ、笑い。全く幸せな人生だった。がんになって初めて行きたいと思ったでしょ？思ったね。これは間に合わないって言われても困るなと思った。だって善がまだあんなに小さいから、善を置いては来れないよね。善をどこに置いてこいって言うのよね。もうその話はダメなのママ。善を置いて来なきゃいけないと思うともういても立ってもいられないの。じゃあでもがんが見つかって手術して今こうやって食べてたら健康だから大丈夫だよ。まあね。でね、ママほらこの間もあなたに言ったようにがんの勉強をしてがんの人たちにがんのことを説明する、特に若い学生さんにがんを説明、これ入れたっけ、がんを説明する仕事をしたいのね。ママさ転移してなければはっきり言って抗がん剤治療して髪の毛抜けるまでしなくてもいいんじゃない？ね、ママのがんはだから怖いがん、すごく暴れん坊のがんでHER2っていうがんなんで、HER2 って HER2 というがんで、それはタンパク質が分解してできる、増殖してできるがんだから、とても怖くて侵食も早いっていうか、がんになってあっという間に転移していくの。ママは早く見つかったから大丈夫だったけど、転移してなかったけど、たまたまね、もうちょっと遅れてたら難しいと思うって先生が言ってたし、しかもそれは静脈に飛びつくんですって。静脈に飛びつくから体の中のどこかの静脈に潜んでて、またしばらくしたらムクムクムクっと出てくる可能性がどっかに隠れて、だから抗がん剤まで根こそぎやっつけとこうぜみたいな。それが抗がん剤。でも抗がん剤になったら髪の毛抜けちゃうよね。そうなのよ。このママのこの自慢の黒。これをさ切ってカツラにする？なんかいいみたいなので、今伸ばしてるんだけど、自分の髪を足して
やるっていうのもあって、まだ抗がん剤まで時間があるから少し髪の毛で今ちょっと伸ばしてるじゃん、これを伸ばしてやっていこうと思って。いいねいいね。こう見て、綺麗な髪。あとね、髪と眉とまつげがない。だから見てこの自末自末パパはママと結婚する時にまつげが長くて可愛いって。 우리 엄마가 항암 치료하면 머리카락만 아니라 눈썹, 속눈썹까지 없어지니까 그래서 한국에서 눈썹 문신하려고 생각하고 있어요. 자연스러운 거. 마마, 한국에 来たらさ、眉毛の入れ墨しない。だから放射線が終わったら抗がん剤をやる前に眉のアートメイクをやります。韓国ですんごい濃いやつ入れるからね、すっごい濃いやつ入れて、抗がん剤でも絶対切れない。入れ墨入れたらなんか一生生きるとか一生生きる戦う覚悟、がん撲滅。がんはそんなに悪い病気じゃなかった。がんはいろいろ考えさせて、健康に体のことも考えるし、家族のことも考えるし、そんなに悪い病気じゃない。がんとうまく付き合って、がんとうまく処理をしながら生きていこうと今思って。だってママ72だもん。 저는 말하고 싶은 거는 저도 마찬가지지만 꼭 암 검사를 했으면 좋겠어요. 암 검사, 건강 검진, 이거는 정말 중요한 것 같아요. 제가 홍보대사도 아니라 PPL 암 PPL 이런 것도 전혀 아닌데, 정말 제가 말하고 싶은 거는 정말 건강 검진 꼭 했으면 좋겠어요. 우리 엄마는 진짜 에너지 넘친 사람인데 설마 암 걸린다고 상상은 못 했는데, 이런 엄마도 걸리니까 암이라고 하는 게 흔한히 있는 병인 것 같아요 이제. 근데 이제는 암이는 안 무서워요. 대신 빨리 알게 되면 더 좋은 것 같아요. がんは早く知れば知るほどいいよね。もうがんは早く知れば知る、知らないで生きてる方がずっと怖い。知って生きてる方がずっといい。だからママの代わりに髪の毛が死んでくれたからママは生きてるでしょ。そうそうそう。だからありがたいと思わなきゃ。お味噌はね、これね、普通にねスーパーで買ってる味噌なの。別にどうってことない味噌で、この時点で昆布を捨てます。 완성! 튜브도 들어갔어요. 이거 마지막. 엄청 맛있어요. 묘가 닭상. 묘가. 예, 묘가. 아, 냄새 너무 좋아. 이따다키마스. ね、こうやっていただきますが本当なのよ。いただきます。いただきます。 진짜 야채 맛밖에 안 나요. 이거는 아침마다 엄마가 먹은대요. 저는 듣는 이야기 있는데 한국에서는 유방암 많이 없다고 들었어요. 왜냐하면 김치를 많이 먹어서. 그게 진짜인지 모르겠지만 그래도 김치는 몸에 좋은 거는 진짜니까 일단 이거에 김치까지 먹으면 좋을 것 같아요. 제가 엄마가 수술을 하고 나서 처음으로 만나거든요. 너무 걱정돼서 한국에서 뛰어왔는데 엄마가 음식도 잘 지키고 있고 운동도 열심히 하고 긍정적인 마인드도 버리지 않고 있으니까 일단 마음이 편해요. 묘가가 들어가니까 진짜 우리 집만. 우리가 오래오래 살아요? 何それ? 長生きしてねってこと. 오래오래 살아요. 오래오래 살아요? はい、預言者様。